ADA が出しているわび草をいくつか買ってみました。日中の気温が20度くらいまで上がるってことなんで、太陽の光を浴びさせてあげようと外に出してみたところです。そもそもわび草って肥料を含んだ土に水草を密集させて育成してくれているやつのことで、いろんな水草が寄せ植えされたものだったり、1種類の水草だけのものだったり、様々な種類がラインナップされています。ADA のサイトを見るとそのラインナップがずらり。正直これだけの種類が揃ったお店に出会ったことはありませんが、特約店に言えば取り寄せもできると思います。以前これを水槽の縁に引っ掛けて放置したところ、とんでもなく根っこを伸ばして収集がつかなくなった思い出があります。ですが逆に言うとそれだけ成長力があるってことですし、そのまま置いちゃえばいちいち水草を1本ずつ植栽する手間も省けますし、自分の拙いスキルによって枯らしてしまうくらいならわび草を使った方が成功確率が上がるんじゃないかと思いました。しかもわび草の土には微生物がしっかり定着しているので、そのまま水槽に入れたら立ち上がりが早くなるというメリットもあるみたいです。さらにわび草だと最初から密生しているので、水草の密度を上げるためにある程度草が成長したら差し戻しをするという手間も省けそうです。強いて言えば自分で設計図を描き、一つ一つ水槽を作り上げていくという水草レイアウトの醍醐味が味わえないというのがデメリットだと思いますが、少なくとも初心者の人や手軽にアクアリウムを楽しみたい人にはうってつけの商品なはずです。ということで今回はそんなわび草だけを使ってレイアウトしてみたいと思います。ありがとうございます。いまちです。今回は45センチ水槽を立ち上げていきます。寿のレグラスという水槽で、僕が本格的にアクアリウムを始めた時に使った水槽なので、ちょっとだけ思い入れがあります。鉢底ネットを敷いたところで、早速石を置いていきましょう。今回使うのは風山石です。この石についてチャームの説明を見ると、長年風に当てられた険しい山肌を思わせる山岳地帯で産出したレイアウトストーン。ゴツゴツと削られた質感が自然の厳しい雰囲気を演出し、岩組レイアウトに最適。比較的水質への影響が小さく、弱酸性の水質を好む熱帯魚や水草レイアウト水槽にも安心してお使いいただけます。とのこと。要するに、使いやすい石って認識でいいと思います。すごっ。なんとなく石を並べているように見えるかもしれませんが、今回は風山石と化粧砂を使って敷き分けに挑戦しようとしております。手前に化粧砂を敷いて、石を境目に背面にはソイルを敷いていくわけですが、かなりフィーリングでやっているので、何が正解か分からずにレイアウトしちゃってます。そういえば、先ほどのチャームの説明には続きがあって、風山石を構図の骨格として使い、前景や背景に水草を植え込んだり、流木と組み合わせて配置すると進化を発揮。あらゆる流木との相性が良く、何を組み合わせても様になります。流木と組み合わせるだけで、奥行きを感じさせる景観を作り出すことができます。とのこと。ここまで書かれていれば、流木を使わない方がおかしいと思うので、まんまと流木を使っていきます。一旦仮組みは終わりにして、ソイルが前に流れてこないよう土留めをしていきます。スドーの溶岩砂利を石の隙間に入れてってますが、かなり見よう見まねです。正直なところ、敷き分けレイアウトには随分前から憧れがあったものの、土留めが難しそうで、ずっと二の足を踏んできました。だけどやってみないことには何が難しいかもわからないので、日々チャレンジだと思ってトライしております。もちろん溶岩砂利だけで土留めはできないので、さらに石と石の隙間に活着君を押し込んでいきます。おそらくウールマットでもいいと思うんですが、活着くんの色は目立ちにくいのでいいかなと思って使っています。
そして石と流木を接着していきます。ということで、ようやくわび草を入れるところまでたどり着きました。水草を植栽するわけじゃなく、ただ置いていくだけなので驚くほど簡単です。ただ、どんな水草を入れているのかいまいちわからないのが、ちょっとだけ怖いです。買ってきたわび草だけでは足りなさそうなので、90センチ水槽に引っ掛けてたやつも使うことにします。一応、わからないなりに水草の種類を言うと、こんな感じです。多分置いとくだけでいいと思いつつ、一応上からソイルをかぶせておきます。化粧砂として ADA のラプラタサンドを敷きます。この水槽ではエハイムを使おうと思うんですが、中の露材はパワーハウスにします。ということで、だいたい準備が整ったので立ち上げ完了です。という感じで動画を終えようかと思ったんですが、植栽エリアに微妙な隙間があるのが気になり、さらにわび草を買い足しました。一つ買い足したところで隙間は埋まっていないような気もしますが、細かいことは気にしないことにいたします。そして、ここまで動画を見てくれた方に謝らないといけないことがありまして、実はわび草じゃない水草も入れることにしてしまいました。ねえ、何やってんの？ちょっとズルしちゃいましたが、わび草が今後どんな風に成長していくのかについては、また動画でお伝えいたします。